16号整形外科山田しおり枕研究所の山田しおりです。整形外科医山田しおりの本音を語る YouTube シリーズ第2弾。今回はこちらに書いてあります整形外科クリニックの役割分担とチームワークということでお話をしていきたいと考えています。前回第1弾で3分医療では私の目指す医療は難しいというお話をしてまいりました。例えば腰痛の患者様1人をとっても多くの情報、多くの所見を取り、きちっと診断して治療して、さらには予防していきたいのに、なかなか3分間では医者1人が対応するのでは間に合わないということをブツブツつぶやきました。でもつぶやいてばかりいても仕方ないわけで、それに対する対処療法、対応策を考えていかなきゃいけないわけですね。そこで今回のこの役割分担、チームワークというのが一つの解決対策です。何かというと、私どものような開業医、整形外科のクリニックにおいてはさまざまなスタッフ、20数名のスタッフがおります。大きく分けると受付さん、受付のスタッフ、そして診療を行う診療部のスタッフ、画像診断、レントゲンや MRI を取る検査の部門のスタッフ、そしてリハビリテーション、この中には2つあって、理学療法士という国家資格を持ったスタッフと、物理療法という機械の治療を担当しているさまざまなスタッフがおります。これらのスタッフは私や当院の他のスタッフドクターという、ドクター、医師の整形外科医の、助けをしてくれるチームワークなんですね。3分間では決して対応しきれない患者様に対してチーム一丸となってさまざまな対応をしていくってことが重要であり、それが患者様の治療、症状を改善したり、気持ちを和らげたり、結果的にトータルとしてその方が改善していって病院に来なくても良いようになっていくために必要なことだと考えております。具体的に見てまいりましょう。実際に受付さんが、どうしてそのチーム医療のチームワークの一つなのかというと、受付さんはですね、実はしっかりと患者様が、クリニックの入り口、玄関から入ってくるところからチェックしているんですね。今日はどんな様子だろう、杖を持たないで足元が悪そうだな、いつもとは違って腰がより痛そうだとか、いつもとは違う場所が痛そうだ、膝がいつも痛い方なのに今日は足首を痛そうに歩いているとか、実際に待合室に座っているのを見ても一人ではとっても自力で座っていられない、立ち上がる時も辛そうだ、さまざまな情報、これがあまりひどいと診療部に情報をくれます。何々さんは今日とても辛そうなので何か対応しますかであるとか、今日は一人ではなくご家族もついてきているので一緒にお話を聞きたいようですなど、さまざまな情報を提供してくれます。一旦患者様が診療室に入ると、何度も言うようにたった3分間では私が全てのお話、状況を聞くことはできませんので、診療部のスタッフ、看護師であったり看護助手であったりが、前回の診察から今回までの状況の変化、良くなっているのか、より悪くなってしまったのか、最近はどんなことがあったのか、どんなことといっても症状だけではありません。家族の変化、ご本人の
家庭状況の変化、そして内科にかかってるんだけど内科での糖尿病が悪くなっていないか、血圧が高くなって変動していないか、また内科のお薬が増えていないかどうか、減ってないかどうか、こんなことも実は重要なんですね。高齢化社会に伴い整形の患者様、決して整形外科だけに来ているわけではありません。内科のご病気、耳鼻科の病気、さまざまな病気を合併しているケースも多く、そういったところでどんな治療をされているのか、治療がうまくいっているのかどうかは整形の病気にも関わってくることが多いからです。また飲み合わせ、薬の飲み合わせも重要で、内科で新しい薬が増えてしまったとか、飲んでいた薬をやめたなどという場合も、当院で出すお薬との兼ね合いというのがございますので、できれば薬が変わった時などは最新情報を入手したいと考えています。ではそれらの情報を聞いた後、実際診察台に上がって診察をする。でもこの時一人では立てない、移動できない方もいますので、そこではスタッフが補助をして助けて移動をしたり、またお注射も寝てやるのではなく立ってやる方が楽であったりもするので、そこの見極めを私が診察室に入る前に全て完了しておいてくれれば、ここでも時間が短縮できる、時短できるわけですね。また、いくつかの部屋を使い分けることによって、別の奥の部屋でお話をきっちり聞いてから診察室に入ってくださると、私が見る電子カルテの中には整理された本日の患者様の状況が書いてあります。それを15秒間で一気に読む。そうすれば、患者様から直接お話を聞かなくても重要なポイントは即座に理解できるわけですね。だから私の前に看護助手さんがしっかりと患者様の様子を聞いて書いて伝えてくれることが重要となってきます。では今日診察をして、レントゲンを追加で取らなければいけない。レントゲン室に行きます。そこでもなかなか、お痛みがあったり症状があることでレントゲンの台に乗ることができない、 MRI の検査をすることが途中辛くなってきた。このような時はまたしてもこれチームワークですね。すぐに技師さんから連絡が入ります。こんな状況なので今日は撮影が十分できませんでしたとか、撮影を中断して診療室に戻りたいですとか、また状況が良くなって患者さんはこんな風に言葉をかけてくれました、そんな報告をいただくことで、私が医師として対応する患者様の、直接見れる状況のみならず、どんな背景でこのクリニックの中で動いているのか、患者様が何を考えているのか、こんなことも情報が回ってくるわけです。それらの情報を全て統合して考えることが次の治療に役に立つわけですね。いよいよ治療となると、もちろん診療室の中で行うお薬の投薬、注射治療、点滴治療、さまざまな治療がありますが、これだけではほとんど効果半分と考えていいかもしれません。残る半分、重要なことは体の整形外科ですから、体の使い方、痛みを出さない使い方、姿勢を整えたり筋力を蓄積することでしっかりと痛みがない生活ができる体にしていくこと、このためにはリハビリテーションが重要です。リハビリテーションは大きく分けて、先ほど申した理学療法というリハビリの先生がついて個人で20分間教える個別療法と、機械を使った物理療法、温めたり電気の治療であったり、さまざまな、機械を使った物理療法もあります。ここでは単に治療するだけではなくて、患者様から細かい日々の状況、家での状態、
外を歩くとき、外出するときどんな状況なのか、介護保険を使っている方であればデイサービスに行ったときにどんな状況なのか、細かく理学療法士や、物理療法のスタッフが話を聞いてくれます。実際にその中から医師が判断しなければいけないことは、各スタッフが医師に伝達をしてくれるので、重要なことに関しては次の診察でまたアドバイスをするというフィードバックができるわけですね。こうやって見ると、一つのクリニックに足を踏み込んだ途端にチームワークが一気に動き始め、一人の患者様を取り巻く治療が多方面から行われていくわけです。3分間診療室に入って治療するだけではない、私たちがチームワークで働く中で多方面から患者様を見て多方面からの治療ができる、これが最大のメリットです。長くなりましたが、この3分診療では、うまくいかない治療をどうやったらうまく進めることができるか、一つの工夫として医療スタッフの役割分担とチームワークがあるという話を今日はお伝えしたかったということです。皆様いろんな感想あるかと思います。私はそう思わない、私もそう思う、いろんなご意見あればぜひコメント欄に書き込んでくだされば、私も見てさらにこんなお話をしようかなとこれから考えてまたつぶやいていきますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。